内藤歯科内藤です。今日は歯を抜いた後の治療について説明していきます。具体的には方法は3つ、プラス何もしないという選択が1つ、合計4つの選択の中でどれにしましょうかというお話になります。まず1つ目、ブリッジ。両方の歯を削ってこのようなものを接着剤で留めていくという方法です。2つ目、入れ歯。歯を削らずにこのようなものをつけると、取り外しをして使うというものになります。3つ目、インプラントです。ここに歯実で埋めていきます。4つ目、ここは特に何も触らないという選択です。それぞれメリットとデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。歯を抜かなくてはいけない理由は、歯が割れたり、膿が溜まったり、歯周病で周りの骨が溶けたり、虫歯で歯が崩壊したり、ほとんどがそのような理由で抜いていくことになります。このような健康な歯を抜くことはないんですが、今回は模型ということでこれを抜いたという前提でお話をしていきます。このように抜いてからしばらく時間が経ちますと、歯茎が埋まってこのようになっていきます。さあ、そしたらここにどういうふうな治療をしていこうかというのが今回のテーマになっていきます。まずはじめにブリッジです。ブリッジというのは前後の歯を削ります。歯を削る道具、タービンという器具を使って削っていきます。削る量は表面1ミリから2ミリ程度ですね。削りますとこういう風な形になってきます。一回り、二回り、歯が小さくなってしまうわけですね。で、これを型取りして作ってきたもの、これを橋をかけるという意味でブリッジというものになります。これはこの中に接着剤を入れてセットしますので、一度つけてしまえば取れることはありません。銀歯がお嫌だということであれば、こういう白いものも自費治療になりますけどもありますと。基本的にはどちらも構造は一緒です。ブリッジのメリットというのは取り外しをしなくてもいいということですね。入れ歯は取り外しをして洗わなくちゃいけないんですけども、こちらはもうそのまま歯ブラシをしていただいて構わないと。ただし最大のデメリットはやはり両方の健康な歯、健康な歯である場合と義歯がかぶさっている場合あるんですけども、削らなくてはいけないというのが最大のデメリットになってきますね。続いて入れ歯です。抜けたところ型取りをしまして、このような、擬構物を作っていきます。ちょっと模型変えますが、こちらで説明していきます。前後の歯にクラスプという、金属のバネですねの、弾力を持って引っ掛けます。食後のたびに取り外して洗うという必要はあるんですが、前後の歯を、多少ですね、この辺削る場合もあるんですね。ここを削る先生と削らない先生いらっしゃると思うんですが、いずれにしてもほとんど歯を削らずに、このようなものが、作れますので。3番目はインプラントという方法です。抜けた箇所にこのようなチタン製のボルトを歯実で埋めていきます。模型を変えます。埋めるとこのようになりますので、ここに人工の歯を作ってまいりまして、止めるという方法になります。インプラントの最大のメリットは前後の歯に迷惑をかけないということになります。他の歯に頼らない方法というのはインプラントだけになりますので、入れ歯もブリッジも他の歯に頼るわけですね。それがないというのは最大のメリットになりますが、デメリットとしては保険が効かないので、高くなります。当院だと、税抜きで25万円します。あとは、手術をしてから数ヶ月待たなくてはいけない時間がかかるということですね。そして最後の選択、これは治療法ではないんですが、抜いた後何もしないという選択になります。
この選択は歯医者さんによって言うことが違うと思いますので、私のあくまでも個人的な考え方だと思って聞いてください。抜いた後、ここに歯を入れるかどうかというのは、患者さんのニーズによって決まると思ってます。ここに歯を入れたいと。噛み合わせに困るから入れたい。見た目に困るから入れたいというニーズがあるから入れるのであって、そのニーズがない限りは入れる必要がないかなというふうに考えております。例えばなんですが、場所にもよって違うんですけどもね、このような噛み合わせで、上の、一番奥の歯を抜いたという場合に、私はあまりここに歯を入れたりしないんですね。で、抜いてしばらく時間が経って3ヶ月、4ヶ月経った時に患者さんがここに欲しいと言わない方が多いんです。もちろんそれによってのデメリット多少あるんですけども、患者さんのニーズがなければあまり入れなくてもいいのかなというふうに考えております。これは場所によって違います。例えば前歯のここが抜けて、いらないという患者さんは少ないので、さすがに入れるんですけども、じゃあ、この辺りだったらどうなのかという場合は、抜けていらないよって人もいれば、やっぱり欲しいねって人もいて、見た目的にですね。またよく言われるのがですね、抜いた後、周りの歯が動いてきてしまうよというふうに説明を受ける、場合があると思うんですけども、必ず動くというわけではないんです。もちろん動く場合もあるんですけども、これが何年か経ってくるとこの歯が倒れてくる場合もあれば、何年経ってもこのままって場合もあるんです。あとはこの歯がこう出てきてしまうとか。ですから欠損放置って言うんですけども、歯を抜いた後そのままにしといて、歯が動かない方もいれば動く方もいて、その割合っていうのは正確には、わかんないんですけども、全員が全員動くわけではないというふうに、ご理解ください。続きまして、ブリッジとインプラント、10年後の生存率、残存率の比較のデータのお話をしていきます。まずはブリッジから。ブリッジの10年後の生存率、50% からよくて 75% ぐらいです。今日入れたブリッジが10年後、少なくても4分の1ぐらいは取れてくるし、多いデータだと半分ぐらいはなくなってるよというのがブリッジのデータになります。もちろんブリッジは土台の状態のいい歯ばかりにつけられるわけではございませんので、どうしても、そういう低いデータになっていくと思われます。比較としましてインプラントです。インプラントの中でもストローマンという会社のインプラントのデータになりますが、ストローマン社というメーカーのインプラントの、10年後の残存率 98.8% です。10年後100本埋めたインプラントは1本から2本抜けてくるよという確率になります。ブリッジ、入れ歯、インプラント、それぞれの特徴、メリットデメリットについて軽くやっていきました。さあ、歯が抜けた場合、あなたはどれになさいますか？